こんにちは、シャチパンです。今回は以前こちらの動画でも紹介した日立のドラム式洗濯機についてです。動画内ではちょっと今は様子見した方がいいかもしれないって言ってましたが、2024年6月に不具合が発覚しましたという内容の公式発表があったので、その内容について触れていきます。いやー、日立、やっぱりでしたか。今回不具合のあった機能、それは楽メンテというものです。2022年から日立に採用された目玉機能。本来ドラム式洗濯機のメンテは乾燥フィルターを毎回、排水フィルターとドアパッキンは定期的に掃除する必要がありますが、日立の楽メンテの最大の特徴はこの乾燥フィルターをなくし、メンテを排水フィルターに集約させたことにあります。最近では自動掃除する機能もあり、だいぶ楽になってきていますが、乾燥運転のために必要だったお手入れが同社によると月1回で良いとしています。文字通りメンテが楽になるっていうことで非常に注目された機能でした。これだけ聞くとだいぶ画期的な気もしますが、昨年の動画でも触れたように購入後しばらくして乾燥が永遠に終わらないだとか乾きが悪いという声が一部で相次ぎました。今回の公式発表でも同様に乾燥運転時間が極端に長くなる、乾きが悪くなるとあります。こういった症状でお困りの方は無償点検・修理対応するとのことなので相談されると良いでしょう。どうしてこんなことになってしまったんでしょうか。これはフィルターレスを謳いながらも実際にはユーザーのメンテできないところにフィルター自体はあり、それがホコリで詰まってしまうということが原因でした。内部的にはそのフィルターの自動掃除機能は備わっていましたが、それが十分ではなく徐々に詰まらせていってしまうんですね。ドラム式洗濯機をお持ちの方ならわかるかと思いますが、乾燥フィルターが常に詰まった状態で乾燥運転しているようなものです。これじゃあ乾きませんよね。ユーザー側としてはフィルターがあること自体聞いてないよってところですが、それが詰まってさらにユーザーが簡単にメンテできないとか、製品コンセプト自体を揺るがす大問題と言えそうです。心なしか彼女の笑顔も曇って見えてしまうのはシャチパンだけでしょうか。これの対策として日立はまずフィルター類を目の粗い金属製フィルターに変更、加えてフィルターの自動洗浄ノズルや水流の変更、洗浄プログラムの変更をしていることが分かっています。すでに2023年モデルでは実施済みのようですが、2022年発売の楽メンテが搭載された3モデルについては無償で対応するという公式発表がありましたので、乾燥運転が終わらない、乾きが悪いと感じている方は下記連絡先に相談し対応をお願いすると良いでしょう。しかしだいぶ前から分かっていたであろう本課題を今頃発表すること、それは人によって受け取り方がいろいろありそうに感じます。例えば不具合と認めたくなかったが問い合わせ件数が多すぎてどうにもならなくなったとか、発表が遅すぎる、ユーザーを軽視しすぎだとか、そもそも不具合が分かった時点で出荷を停止すべきだったのではなど、人によってはいろいろあるかと思います。公式ホームページからもすごく分かりづらいところに記載されている上に、本文もたった5行で不具合の内容も一切記載がないこと、人命に関わるリコールではないのでそこまで書かなくても良いのかもしれませんが、もう少し情報開示があってもいいのではと思われるユーザーさんもいらっしゃるかもしれませんね。シャチパンの印象としては、不具合対策にかなり時間がかかったんだろうなというものでした。それだけ難航したってことは、同時にこれって本質的な改善って難しいことなんだろうなと思います。ホコリは衣類を乾燥すると必ず生じるものなので、それは外に捨てるか排水管に流すかしないと、魔法でもない限り消えないで絶対内部に残ります。ドラム式洗濯機の構造にホコリを外に捨てる経路はないので、基本的にフィルターでキャッチするか排水管に流します。ただ温風を作るための熱交換器やヒーターユニットが乾燥経路上に存在しているので、このフィルターはこれらを詰まらせないためにホコリをキャッチしているもの、重要な部品となります。フィルターの目を粗くするということは、すなわち高暖の熱交換器やヒーターユニットにホコリが溜まりやすくなることが予測されます。
他社の構成でもこれらのホコリを完璧に防ぐことはできないので、長く使うには清掃業者にクリーニングを依頼した方が確実ですが、目を粗くしたことでゴミが溜まりやすいかもしれないと思うと少し心配ですね。またこれらの対策を施すことで一時期よりは不具合報告減っているように見えますが、今やどのメーカーにもある層を洗う総洗浄コース以外に、日立ではホコリが溜まった時に行う総洗いコースというものがあり、これをやるとどっさりホコリが排水フィルターに溜まったという話もありました。内部のどっかにホコリが堆積している可能性もあり、加えてこのコースは洗濯物が入っていると選べないコースとなっていることから、完璧に対策できているのかと疑問視する声も少なからずあります。今回公式発表のあったモデルはあくまで2022年のモデルの件でしたが、2023年モデルについては何の言及もありません。すでに紹介した対策が施されていることも考えられますが、前述したような予測される問題点があるので、これで全て丸く収まっているかどうかは誰にも分かりません。今後も経過を注視していこうと思っています。ドラム式洗濯機は長年各メーカーを紹介してきましたが、基本的にどのメーカーもフルモデルチェンジした後はトラブルが多いです。乾きが悪い、水漏れ、下水臭、ここ数年だけでも数多く見てきました。ユーザーの数だけ使用環境があるので、それらを全て網羅するのは難しいんでしょうが、日立は2022年にラクメンテ搭載、2023年にはヒートポンプ採用と、エンジニア目線でも結構大きく変えてきたなと感じさせる方向転換でした。そう考えると、もちろんあってはいけないんですが、何事もないと思うことの方がむしろ楽観的すぎたのかもしれません。とはいえ、こちらの動画でもご紹介した通り、日立は2023年モデルから指定価格制度を導入してきています。価格だけ上がって実はまだ問題山積みでしたではさすがにシャレになりませんから、大丈夫ですよね、日立さん。さて今回は商品コンセプトにも影響してくる内容だったので、動画で取り上げさせていただきました。メンテはシャチパンの取った洗浄力の次に求めるものはというアンケートでも価格を抜いてトップで注目されている要素でした。そういう意味ではユーザーに注目されている機能ですので、今後も引き続き検討を重ねていってほしいですね。それでは今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。